はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回からは、前回ここの荒取りまで終わってるんで、今回から末繰りですね。末繰りというのをやってきます。末繰りっていうのは、この旋盤に旋盤の刃物台をどかして、これをセットして、で主軸側に刃物をつけて削っていくっていう手法ですね。過去に何回かやってるので、そっちを見てる人は知ってると思いますけどね。そのためにはまずこれを固定する台座を作んなきゃならないんですよね。で、切削物の固定には、前回の4気筒の時に使ったジグですね。使ってきます。使っていくというより、これがあるので、もったいないからこれにまた穴開けて使いますね。使う刃物はこんな感じのすごい長いやつを使うんですよ。これを主軸にセットして使っていきます。そしてこれだけかなり長い刃物を使うので、両端だけで支えると振動が出るので、多少でも振動を軽減するために、こういうふうにこの固定用の移動用の触れ止めつけてやっていくんですけど、今回のシリンダーヘッドにこの触れ止め、この土台が合わないので、この土台を作り直しますね。そんな感じで、まずは道具作りから進めていきます。素材はこんな感じで 9mm の鉄板用意してあるので、これをカットして、で、所定の寸法と穴開けを進めていきます。使うのは細い短冊状の形状なんですよね。なので、これで切っていきます。幅結構ギリギリですけどね。ギリ届く感じなんで、いけるでしょう。で、もう一枚。よいしょ。これで2本切れました。はい、切り出した2枚を溶接して、で、あんまり削り代多いと作るの大変なので、一旦ここで切りますね。これで、素材寸法できましたね。あとはフライスかけて削っていくだけです。はい、ジグの素材切り出し終わったんで、一旦綺麗な四角にしていきますね。次、斜めセットと。はい、大体のレイアウト、外形レイアウトはできたんです。できました。あとは穴開けていきますね。はい、削ったのセットしました。この角っちょが起点になるんで、セットして、
あとここの真ん中の大穴ですね。よし。これで OK と。こんな感じで。あとはこの溶接跡剥がしちゃえば出来上がりですね。仕上げもしてきたので、2枚同じプレートできました。これで OK と。はい、次はこのベースになる板ですね。やってきます。まずここら辺に2箇所穴開けと。よし、これでとりあえずシリンダーヘッド固定は2箇所でいいだろう。よし、これで穴開け OK と。これで必要な部品はできたと思います。刃物台につける土台のプレート1枚と、でシリンダーヘッドを固定するプレート1枚、フレ止めをここら辺にこうやってつけられるように。でフレ止めは、以前使ったものを再使用します。とりあえずは組み立ててみますね。旋盤側にここシム入れて高さ調整最終的にやります。まずこいつをここにセットと。たら次これと2枚重ねてるな。これ2枚ないと高さが合わないんですよね。でこれをつけると。さて、一応こんな感じで置いてはあるんですが、まだ固定はしてないです。でこれをまず合わせなきゃなんないんですよね。まず第一段階としては、高さがぴったりになるように、要はこのつけたパーツの下と上で合うように高さがしないとダメなんですよね。まずは精密な高さ調節と。こんな感じでセットして、まず縦にどのぐらい触れるかチェックですね。まだ結構触れがあるはずです。まだ1ミリぐらいは触れてるな。
フレ自体は1ミリ近くあるので、全体的にかさ上げ1ミリぐらいはしなきゃダメですね。調整はもう下側にシム引いて調整するしかないですね。ちょっとこれがめんどくさいんですけど、まあしょうがないですね。敷板1枚ずつ入れますね。で1枚入れて、メモリ的には 0.015 って感じですね、ズレは。こっちまで送って、はい、2メモリほとんど動かないのでこれで OK ですね。そしたら、敷板入れての高さ関係はこれで全部 OK なので、これね、今度は前後方向の調整をしていきます。こちらはネジ緩めて調整するだけなので楽ですね。こんなもんでしょう。よし、これで、中心に対して左右合わせたと。はい、全部セット終わってるんで、刃物をセットと。はい、一通りのセット終わったんで、ちょっと試運転してますね。特に問題はなさそうですね。セットできたので、こいつをつけてきますね。3、4番側とこっち側と。これで基本的には OK で、このセンターいらないな。邪魔だな。むしろあると。外しちゃおう、一回。そして、
ここにつけてた移動センターちょっとこのシャフトの精度がいまいち良くなかったんで、あんまり効かないんでもう外しちゃいました。1ミリなので、型肉 0.5 ずつぐらいは削んなきゃいけないんですよね。なのでまだまだ削んなきゃいけないと思います。こっからはタイムラプスでしばらく進めようと思います。はい、何回かやってるんですけど、相変わらずやっぱビビりがひどいですね。ひどいですが、こいつとの相性のいい回転数や送り速度、あと切り込み量、刃物の形状など探りながらやっていくしかないですね。はい、これで予定寸法になったはずです。なってなかったらどうしよう。小さい分でいいけど大きくなっちゃってたらやだな。やっぱ一発で 0.1 か2ドバッといくべきだったかな。よし。なんとか予定寸法に近くなってますね。はい、これでインレットが終わり、あとエキゾストが進めてきます。手順は全く同じですね。よし、これで、セット完了。よし、これでいいはずです。だいたい OK ですね。ビビってるせいでわずかに狭いところとぴったりなところに出ちゃってるけど、しょんないね。あとは最終的にはちょっとやすって仕上げればいいかな。これでインレットエキゾースとともに、カムトンネルの部分できましたね。とりあえずこれはもう OK なので外します。ヘッド側もこんな感じで、多少のビビりはあるけど、とりあえず使えないほどではないということで、成功でしょうね。っていうかもう成功です。成功とします。はい。これで今回の、山場は超えましたね。末ぐりの部分は一応は片付きました。ちょっとあれ、ビビりはあるんですけど、この辺は後で多少仕上げもできるんで、よしとしますね。次の段階では、これ蓋をして、全部くっつけて蓋をして、ここですね。ここ、ちょっと掘り込んできます。個別に蓋をつけないといけないんですよね。なので、蓋をつけられる段差を今のうちに用意しといた方がいいかな。では、セットしますか。
今 28mm 28mm ちょうどになったんで、これで OK。シリンダーヘッドが今回の作業はこれで終わりになると思います。シリンダーヘッドのカムトンネルですね、できました。まだ最終的に仕上げは必要かもしれませんが、とりあえずはできたと。だいぶ形になってきましたね。はい、今回ここで終わってもいいんですけど、次カムシャフトやっちゃいたいんで、今回はこの後この側面につける蓋ですね、ここにつけるパーツ、これもついでにやってきます。はい、とりあえずこんな感じで固定して、ここてっぺんから 3mm ぐらい落としますね。まずは届くかな。一旦背面削りましたが、やっぱちょっと荒れてますね。この辺があんまり良くないね。でもしゃあないね。ここは多分、オイルの流量とほぼ関係のない場所だから、まあいいでしょう。ダメなら溶接してきれいにするなりなんなり対策取ります。OK、これで終わりと。これで2枚サイドカバーできましたね。あとはちょっと仮組みして様子見て終わりとしましょう。はい、これで今回の加工は一通り終わりました。今回やったのはここのカムトンネルの部分とこのサイドカバーですね、やったんですけど、出来上がってみたら正直大して進んでないなっていう感じなんですよね。なかなか、今回の加工に関して言えばすごく地味なシーンばかりだったんですよね。地味なシーンばっかりであんまり見栄えがなく楽しくなかったんじゃないかと思います。はい、サイドカバーをとりあえず仮組みしていきますね。ここは精度も何もとりあえずネジはまりゃいいっていう感じなんですよね。よし、こんな感じですね。細かい仕上げは最後にやるとしても、最後というか実際に組む時にちょっとずつやっていくと思うんですけど、なかなかフィンだらけって感じですね。はい、今回はここまでとなります。次回はカムシャフトかロッカーアーム進めていこうと思うんですけど、ちょっとそのどちらも準備に手間のかかる、時間のかかるものなので、
もしかしたら間に何本か別の動画を入れることになるかもしれないですけど、まだちょっと予定は未定の状態です。今回はここで終わりとなります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。